はい、こんにちは。こんにちは。スカジャンです。スカジャンといえばこの方、スカジャン研究家でテーラー東洋企画統括の松山さん、よろしくお願いします。松山です。よろしくお願いします。もう店頭には春夏のテーラー東洋新作が随分入ってきてるのを私もこの目で確認しております。そうなんですよ。どれもかっこいいなと思って見てるんですけど、それで今回もご紹介させていただきたくて、新しいのがやってまいりました。はい。早速ね、じゃあもうまた見せていただければと思います。はい、わかりました。よよろしくお願いします。ろしくお願いします。これまた珍しい配色のものが出てきましたね。そうなんです。こちらがですね、普通のスカジャンと言いますと、身ごろの色と袖山の線が同じ色っていうのが一般的なんですけど、これは身ごろと袖下の色が同じで、こう袖山にラインが1本入るスタイルなんですよね。潔いですよね、このデザイン、色味のが。でこれがですね、もう本当にもろベースボールジャケットのスタイルなんですよ。でこちらなんですけどね、白黒で、リブもそうなんですけど、あとパイピングもそうなんですけどね、もうズバリモノトーンなんですよね。もう完全に、白と黒しか使ってない。ただ白がもう多めに使われてますからね。だから全然ちょっと雰囲気が変わると思うんです。新鮮ですよね。リブなんかも全部黒と白で2色で。で、ブラックタイガーなんですけどね、背中もブラックタイガーなんです。かっこいい、このブラックタイガーが。こちらなんですけどね、モノトーンとは言ってたんですけど、この口の中だけが赤いんですよ。これがね、またアクセントとして絶妙な色ですよね。そうなんです。これがめちゃめちゃやっぱりこうインパクトが強くて、たださらっとしてるんですよね。またでもこれそばで見ると、このブラックタイガーの毛並みの立体感、これね、いつもお話しされてる運針の向きで立体感を出すっていうやつで、そうなんです。富士山までいます。しかもこちらこの腕のですねところで一回地の色を出してるんですよね。腕のとこ、ここってことですね。そうです。これはこういうスカジャンのその刺繍の中ではちょっと珍しいタイプですかね。地の色を使っちゃうという。このちょうどその袖なんていうんですか、腕のところに一本こう入れるっていうのは、ここですね。それがまたその立体感を強調してるんですよ。表情もいいですしね、凛々しい表情をしてるんですよ。ガラッという、そうですね、口を開けて目がキリッとしてて、いやこれはねインパクト強いですよ。着た感じのインパクトすごい強いなと思っていて、ただ白ってやっぱり気を使うじゃないですか。だけどこれはもう全然ガンガンこう着てですね、もう汚れなんで気にしなくて着れるものだと思いますね。いやこれ着てたらかっこいいっすよ。ちょっと汚れたぐらいはちょうどいいですよね。そうなんですよね。これは年代的にはどうなんですか。いつぐらいの。こちらはミッド 50s、50年代中期ですね。そうなんですよね。でも本当にもう当時のヴィンテージって言いますか、当時のものでもこういう淡い色のこのスカジャンっていうのはすごい珍しいんですよね。そうなんですね。一色で白、僕もあんま見たことないですね。淡いボディの色だからこそ、こういう黒いこの刺繍の色っていうのが際立つんですよね。そうですよね。ガンとこう強いですもんね。あとこの先ほど申した配色もそうなんですけど、袖山だけにこういうラインを使っているものっていうのは珍しいので、当時の米兵もこれを手に入れた米兵だともう自慢げに来たでしょうね。もう今現代のものとしてもとても奇抜に感じるぐらいなんで、当時は相当ね目立ったでしょうね。そうでしょうね。これだけインパクトの強い黒い虎を見た後でなんですけど、やっぱり裏面気になります。気になりますよね。見せてください。ではですね、すいません、またいつもの通りいいですか。じゃあちょっと裏返しちゃいますね。これは綺麗なブルーではないですよね。普通のブルーではないですよね。これはネイビーですね。ネイビーで、ネイビー×シルバーになっております。こちらも本当に王道な感じのスタイルですよね。濃い色と袖が、袖下が薄い色で、これシルバーって言っていいですかね。これシルバーです。ネイビー×シルバーになります。でこちらにですねトリコロールのリブを使ってるんですよね。
あとこのカラフルな竜ですね。またこのネイビーにオレンジって僕大好きな組み合わせなんですけど、すごく映えますねこれまた。そうなんですよ。綺麗な対比がすごいですよね、コントラストが。しかもこの胸の竜なんですけど、こう全身が描かれてるんですよね。まあコンパクトにまとめてるけど全身が入ってるわけですね。ちゃんと尻尾まで一応入ってるんですよね。でまたちょっとこう凛々しいと言いますか、微妙なこの笑顔にも見えるし、ちょっとこう怒ってるように見えるこの微妙なこの表情が面白くないですか。確かにそれがね向かい合ってるわけですからね。でしかも背中見てもらっていいですか。竜なんですよね。これもこう双竜ですね。向かい合ってるわけですね、上下で。そうですそうです。上からがゴールドドラゴン、で下からはホワイトドラゴンですね。これはこう色の使い方が今までに見たことのない色糸に見えるんですけど、おそらくそんなことないですか。いや、おそらくこのジャパンのオレンジのことをおっしゃってませんか。そこがすごい印象が強いからか。そうなんですよね。そうだから胸の竜はオレンジドラゴンなんです。で背中がゴールドドラゴンとホワイトドラゴン。なので微妙にそれぞれ色が違うんですよね。だからこの胸のその竜のオレンジっていうのは今回ジャパンのオレンジがその胸の竜と同じオレンジなんですよ。双竜の柄っていうのは基本的な柄なんですけど、この双竜ってちょっとこう輪郭がシャープと言いますか、表情がすごいシャープなんですよね。こうすごいとんがってるところが多くて、顔も結構凛々しくシャープな表情してるんですよ。確かにエッジの効いたドラゴンという感じですかね。そうなんですよね。あと特徴としましては、竜のこの体も2種類あるんですけど、こう鱗の部分だけを刺繍してこう地の色をこう強調させるっていうのもあるんですけど、こちらはちゃんとこう胴体をこうびっちりこう刺繍で埋めて、その後でこの鱗っていうのを上から足してるんですよね。そこがまたちょっとこう豪華に見える要因かもしれませんね。で双竜って、基本的にも他にもいろいろ定義があるんですけど、上と下からこう向かい合っている場合っていうのは、こう天からこう雷雲とか、ここに雲あるじゃないですか、雷雲とかあと炎とともにこう天からこう降りてくる竜っていうのと、あと水辺からこう上に向かってこう出てくる竜っていうのが大体こう定義なんですよね。でしかも、この下の水しぶきの方ちょっと見ていただきたいんですけど、これが水からこう出てきてる感じですね。この水しぶきのこの表現、これがまためちゃめちゃ芸術的なんですよね。このカーブを、複雑なカーブでね、でバシャッとこう波がこう出てきてて、これがまた迫力があってすごいですよね。なんか上手にこう刺繍の上手さがこういうところに出るんですかね。こういうのってセンスがバッチリなんですよ。竜ってね、逆面の虎もそうですけれども、やっぱりすごいバリエーションがあるんですね。表情一つとっても。そうなんですよね。本当にいろいろあるので、これはでも本当に私もこれ以外では見たことない表情ですね。こんなシャープな。もうちょっとなんかこう丸いというか表現としてはおかしいかもしれませんけど、もう少しなんかちょっとこう緩やかな感じなんですけど、これもバチッとシャープなエッジの効いた竜なんです。一匹一匹のこの竜の顔がそれぞれがこう見てると特徴があって、全く同じじゃないっていうのが面白いですね。これは本当にそのボディのネイビーの色とかスタイルとしてはそのオーソドックスなんですけど、そうなんです。微妙に実は珍しい竜なんですよね。そうですね。このネイビーオレンジはまた私的にはツボです。おすすめです。ぜひ。いやかっこいいですね。もう一着紹介させてもらっていいですか。こちらなんですけどね。背中がこうなんです。これは覚えてます。本当ですか。これはね、私数年前スカジャン展のチケットだったかな、に使われた柄で、テイラー東洋でもやりましたよね、この刺繍は。そうです。実はこちらにかけてあるのがヴィンテージなんですけど、ブルーでね、その時はもうズバリでブルーでやらせてもらったんですけどね。実は私これ実はグリーンにも合うんじゃないかなと思って、で当時のそのスカジャン作ってた工場さんとかももちろん工場もそうなんですけど、同じ刺繍で
こう地の色を変えたり、刺繍の色を変えたりっていうのは当時からやってたんですけど、今回はそれをブルーからグリーンにちょっと置き換えてみたくて今回作らせてもらったんですよね。いいですね。やっぱりグリーンと黄色はすごく合いますよね。合いますよね。で今回はこの虎のこの黒い縞模様と合わせてリブを黒にしたんですよね。そういうことなんですね。あとこの赤いライン、これは虎の口と合わせたんです。なのでグリーンとシルバーで見頃の色はそうなんですけど、関係のない黒の色リブを使っているように見えますが、実は関連性を持たせているんです。ちょっとデフォルメされた虎。そうなんですよ。真横からのアングルでちょっとこう写実的ではなくこうデフォルメされた少しこうずんぐりむっくりのこのキュートな虎っていうのが最高じゃないですか。珍しいですよね。これでしか僕見たことなかったんで、やはりデフォルメするっていうのに実は一番センスが問われるんですよね。当時でもこうちょっとやっぱり上手じゃない人が刺繍しちゃってちょっといびつな感じに見えるってものは多々あるんですけど、こうあえて上手な人がデフォルメをするっていうのがすごい実は芸術性が高いんですよね。そういうことなんですね。この柄はすごい珍しいですよ。こちらが50年代初期ですねのものになります。ちょっと古めなんですね。そうですそうです。この虎はこう姿形もちょっとこうなんていうんですかね、何かをまたいでるんですかね。岩なのか木なのか。そうですね。多分ここに川が多分流れてて、で岩場がありまして、岩場にこう真横からこうグッとで前足だけこう乗りかかってるような絵なんですね。これ。そうですそうです。またこれ水面なんですね。この表情は。そうなんですそうなんです。この刺繍がまた面白いですよね。規則性のない感じで。あとこのジャパンの文字、こちらのブロック体で、これも珍しいですよね。そうですね。素晴らしいですよ。あと胸のこの刺繍もそうなんですけど、ヴィンテージもそうなんですけどね、ちょっと大きめなんですよね。確かに。それでこの和紙が強く見えるんだ。翼をバッと広げてるんですけど大きいから。そうなんです。着ると結構迫力こう満点なんですね。胸いっぱいに。そうです。と比べたらそうですよね。大きいですね。大きいです大きいです。そうなんですよ。またこの虎も同じように背中と同じように牙の色とかが配色一緒で水色の牙を使ってるんですかね。これ。そうですそうです。おっしゃる通りです。よく気づきましたね。そうなんです。珍しいですもんね。牙のその色なんですけどね、このちょっとこう水色っぽいというかシルバーっぽい牙なんですけど、この胸のこのその白とは違うんですよね。ちょっとゴールドがかった白ですもんね。少し。普通でしたらこの胸のこの白とか目とかあと牙とかっていうのは白で統一するんですけど、同じ色糸。これは違う色糸を選んでるんですよね。あえてそこがちょっとなんていうんですかね、コントラストをつけてるわけですね。そういうことなんですよ。ユニークですね。今日はこれ松山さんも着用されていて、そうなんですそうなんです。珍しく中もインナーも白のシャツにしてるから、今日は白いシャツで決めてみました。もうなんか一足先に春を迎えにみたいな感じになりましたね。すごく似合ってます。ありがとうございます。白いシャツに合うんですね、グリーンは。そうですね。はい。というわけでやっぱりここが気になります。ですよね。お願いします。はい。これはどんな？こちらなんですよね。はい。こんな感じです。全体が同じ色なんですね。そうなんです。これもシャンパンゴールドですね。シャンパンゴールド。一色なんですよ。でしかもまず胸は淡い色糸で刺繍された龍。そうですね。あんまりこう顔だけ黒を使ってるから。そうですね。周りは薄ぼんやりっていう感じですけれども、こう丸く。でも細かい刺繍ですね。これ富士山までいて。そうなんです。ちょっとあと笑顔に見える感じですよね。で背中見てもらっていいですか。背中がまたこれ一応ジャパンマップの柄なんです。日本地図。一見なんかこういわゆるジャパンマップって言うとバーンと日本列島が刺繍されてますけれども、これはちょっと小さく地図が日本列島書かれている
そうですね。絵なんですね。上からは和紙。これがかっこいい。そうなんです。この和紙すごい写実的な和紙なんですよね。すごいかっこいい和紙ですね。バランスがすごいいいんですよ。で下から龍がこう和紙をこう睨んでるんですよね。しかも、その注意してほしいのが、赤くこう丸で囲んでる。でこれがまたちょっとアクセント、デザインのアクセントになってますね、この赤い円が。すごいデザインですよね。そうですね。これ以外ではこのデザインは見たことないですね。あ、そうですか。これ何年代ぐらいの刺繍なんですか？こちらで50年代初期ですね。やっぱ初期なんですね。ジャパンマップって一言で言うと、パッと皆さんイメージするのがあると思うんですけれども、こういうジャパンマップもあったわけなんですね。そうなんですよね。すごい特殊なデザインといいますか、珍しいですよね。これまた刺繍が随分凝ってますね。そうなんですよね。まず龍のその体の表現の仕方もそうなんですけど、この丸いその円をこうあっちこっちも体がこちらから見えたりこっちから見えたり、すごいぐる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 。本当だ。こっちにもいてこっちにもいるわけですね。そうなんですよね。ただ円を一回で縫ってるわけじゃないんですね。刺繍してるわけじゃないんですね。これ。なんか途切れ途切れで。そうなんですよ。よく気づきましたね。複雑な。上に乗っかってる部分もあれば、下に潜ってる部分もあれば。そうなんですよね。そうおっしゃる通り、この龍のたてがみとかはその円をこう上に乗っかってるんですけどね。この辺りですね。他のところはこうちゃんとこう刺繍のところで切ってあるんですよね。だから計算され尽くされたその刺繍の入り方といいますか、立体感を出してるわけですね。その当時の職人さんの技が出てますね。またあれですね。地名も入り方がすごい細かい文字で入ってて、宇都宮なんて入ってるのは僕はあまり見たことないですね。あとまたちょっとこう戻っていいですか。シャンパンゴールド一色のこのボディにこの黒いリブ、これが締めてるんですよね。締まってますよね。ぼんやりする色ですもんね、シャンパンゴールドって普通は。でしかもこのジャパンの文字も黒にしてるので、これがこうビシッとこうまとまってるんですよ。ザンと入ってくるわけですね。いやなんかすごい両面贅沢な一着じゃないですか、これ見ると。もちろんです、もちろんです。ダブル A ですね。ダブル A ですね。本当にまたすごいの作りましたね。ありがとうございます。これ緑を着てるのも似合ってらっしゃいますけど、今日の格好にはこの色もまたはまりそうですよね。これそうですね。帽子のベージュに黒いリボンとこのシャンパンゴールドと黒いリブっていうのがすごいマッチしそうだし、シャツの色のオフホワイトとシャンパンゴールドの組み合わせなんかもパンツの黒とすごいリブの黒とはまりそうな。これはちょっと皆さんいろんなコーディネートを楽しめると思いますよ、これ。今回紹介させていただいた2着なんですけども、両方とも片面は配置や配色が珍しいもの。そうですね。ワントーンだったり、袖山のラインだけがこう黒かったりとかですね、珍しいものと、で両方とも裏面といいますかもう片面っていうのがすごいオーソドックスなものというふうに意識させてもらって作りました。いや本当ね、その組み合わせの妙というか、二度石的な組み合わせで2着出てきてますんでね、これはこう着回しとか着こなしとかもね、ずいぶん楽しんでもらえる2着が出てきたなと思ってます。ありがとうございます。素晴らしいですね。はい、ということで今日もありがとうございました。ありがとうございました。